無活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士新 SD 戦国伝超機動大将軍編武者ボルト1995年発売のキット。今回は塗装パートその2、旅姿、武者形態、スーパーモードと3形態を完成します。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはファレホのモデルカラーでライトフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではその後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。マットな塗膜が表面に作れるので、色分けの色のりが良くなるのと、塗る箇所の目印になるので作業がしやすくなります。塗料は水性アクリルのファレホを基本に下出るカラーを要所で使ってペイントしました。オール筆塗りで色付けをしていきました。色分け最初は金色です。下出るカラーのベース、レトリビューターアーマーです。極寒の牙、氷河の鎧、肩アーマー、ライトニングアンカーに、顔料を含んで隠蔽力強めの金、極力均一なペイントができるように下出るカラーテクニカルのラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って塗りました。筆で塗りに行って引っかいてしまうと色ムラになりやすいので、毛の先端で叩くようなイメージで色をのせました。赤です。氷河の鎧、兜に、ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。適度な粘性で扱いやすく、下地も効いて一発で色が乗っていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約50分でした。ゲームカラーのシルバーです。ライトニングアンカー、ライトニングブレイカー、武装パーツに、さすがの銀の発色の良さです。下地も装甲してスイスイ色が乗りました。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。モデルカラーのダークグレイ、武装パーツ、氷河の鎧の色分け箇所に、次はグレーの色違いで明るい塗料、モデルカラーのライトグレーを水で溶いて武装パーツや武器に流し入れ、墨入れしました。次にゲームカラーのヘクスドライケン、濃いめの紫です。ライトニングブレイカーと極寒の牙に。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。まずは軽装形態にライトニングアンカー、ライトニングブレイカーを背負わせ、グラビティチェーンを装着させます。極寒の牙の鞘は腰に取り付けて、見聞を広めるため各地を渡り歩いていました。旅姿のフロントビューからリアビューがこちら。武者形態を組んでいきます。両肩に肩アーマーを接続します。党派5人衆の一人で、デザインベースはボルトガンダムです。白銀の氷河を取り付けて兜を完成。頭にジョイントしました。そして背中が重装備です。氷河の方角を取り付けます。水と氷の力や衝撃波を操ります。ボディ正面に氷河の鎧を取り付けて完成です。ビクトリー大将軍に救われ、武者の称号を授かります。フロントビューからリアビューがこちら。パーツ乾燥してスーパーモードのボリュートフュージョンです。
ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー146武者ボルト塗装パートその2旅姿武者形態とスーパーモードを完成しました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。